今回の動画は PSA Japan ですね。日本の国旗があって日本支社の方です。PSA カード .co.jp の日本支社の方の公式サイトになります。アメリカ本社の公式サイトとは異なりますので、混同しないように気をつけてください。そして、この度2023年の7月11日以降ですね、国内鑑定、日本支社完結型って言われるね、国内鑑定ができるようになりました。2022年ぐらいからね、国内鑑定できるようになるよっていう噂は上がってたんですけれど、夏頃にできるんじゃないかっていうことで、実際にね、2023年7月11日時点でね、導入されることになります。その日本国内でのグレーディング開始ということで、それに伴い、申し込みはオンラインのみでの受付に変更されます。今までは手書きの注文書をダウンロードして自分で記入して手書きで書く必要があったんですけれど、今後オンライン申し込みのみになりますので、カードは必要書類と一緒にまとめてね、発送する必要がありますよっていうことです。そして2023年7月11日から21日金曜日までですね、必着ということで21日までに日本支社宛てにつかないとダメです。必着なのでね、着送する必要がありますので気をつけてください。そして、ただし受付枚数に達し次第早期終了いたしますということでね、受付上限があります。7月分は受付上限があって、お一人様毎月あたり150枚までの提出です。同一住所から1名のみ、家族、知人からの名義による複数アカウントからの申し込みは、固くお断りしています。規約違反が判明した場合、アカウント停止となることがございますので、ご注意くださいということで、一家庭に1人150枚までということですね。ラベルシールは不要になります。今までだったら、カードセーバー1って言われるようなセミリジットカードホルダーにラベルシールを貼って、提出番号と LINE 番号、行番号を書かないといけなかったんですけれど、必要なくなります。ラベルシールは不要になります。そしてスリーブの条件ですね。これらのスリーブは提出不可になりますということで、提出不可なリストですね。二重スリーブ、ジャストスリーブ、ハードスリーブ、横入れ、カラースリーブ、キャラスリーブ、キャラクタースリーブですね。そして OPP、テープ付きスリーブ、上下逆さまの向きでカードをスリーブに入れている状態っていうのは不可になりますので、整理すると、一重スリーブでゆとりのあるスリーブ、そしてソフトタイプ、0.05 ミリぐらいのソフトタイプです。柔らかいタイプのスリーブが必要です。そして、縦入れかつ無色、無地ですね。色がないクリアタイプ、透明ですね。それらのスリーブである必要があって、向きが順方向。順方向っていうのは、遊戯王で例えると、コナミって書いてる方がカードの上部分ですよね。そしてカードスリーブの上がここになりますので、カードスリーブの上に対してカードの上部分がある状態っていうのが順方向です。こういう状態で入れたのが順方向です。逆方向っていうのはこうですね。こう向きにスリーブに入れてしまってはいけないっていうことです。なので、順方向でカードを入れる必要があるっていうことが新しく明記されたので、気をつけてください。そしてさっき言ったようにラベルシールは不要になったんですけれど、カードリストの順番にカードを並べていく必要があります。1行目が一番上です。2行目がその下に来るように並べていく必要がありますのでご注意ください。並びを間違えてしまうと 5% のサービス料、手数料がかかるので、追加料金発生しないように並び順はカードリストに沿って並べるようにしてください。そしてカードの梱包とか新料金とか送料とかここら辺に書かれているのでタップしてみてください。料金の方を見るとですね、バリュープランっていうのが3300円料金ですね。そして申告価格ってあるんですけれど、5万以下のカードであれば、このバリュープランっていうのを1枚あたり3300円で提出できるっていうことになります。そしてこの申告価格は基本的に鑑定後の相場を加味した価格と言われています。なぜかっていうと、保証に大きく関わるからですね。この申告価格を低く見積もって届いてから破損したり紛失したりした時に、この申告価格以上の保証は受けれません。
PSA の場合は、保証の価格はこの申告価格で指定した価格か、その時の相場ですね。その時のカード相場、どちらか安い方です。安い方に合わせて損害賠償が適用されるので、これを低く見積もってしまうと、もしかしたらね、保証が十分に受けれなくなる可能性があります。なので、保証を十分に受けたいのであれば、鑑定後の相場で計算した方がいいんですけれど、その鑑定後の相場の値段の基準もね、出品してる方とか販売してる方の基準によって違うので、平均値出すってなかなか難しいんですけれど、およそで大丈夫です。なので、申告価格っていうのは PSA に荷物が届いてから、PSA が預かってる間に紛失とか傷ついた場合に、保証するときに関わってくるところなのでね。なので、自分が納得いく形でね、申告してくれたらいいと思います。基本的にはね、未鑑定価格から鑑定後の価格の間で決めてくれたらいいんですけれど、グレーディングのね、9点とか10点とかでも相場変わってきますので、これは9点ぐらい取れるかなと思って9点のものを選ぶっていうアバウトなものになってくるので、それで10点取れてしまうこともあったりするので、例えばね、5万円以下のつもりで出したものが、鑑定後の相場では10万円ぐらいの価値があるとみなされた場合ね、そういうことがあると、レギュラープランに変更されますので、その提出したカードについてはね、そのカード1枚については、レギュラープランの値段8800円に変更されますので、追加料金が発生します。PSA 鑑定の場合は、鑑定後に請求されますので、鑑定が済んだ時点での相場での請求になります。例えばこの7月分、2023年7月分はだいたい納期が5ヶ月って言われてますね。5ヶ月の間に相場が上がってしまった場合は、その上がった相場で判断されますので、最初はね、バリュープランの5万円以下の相場価格で収まる範囲だったんだけれど、預けてる間に10万円ぐらいになってしまった場合は、レギュラーとして判断されて、追加料金が発生してしまうことはあるかもしれませんので、予算にはね、余裕を見てね、利用するようにしてください。申告価格の調べ方ですね。オークションとかフリーマーケット、eBay とかヤフオクとかメルカリとかラクマとか PayPay とか、そこら辺で大体の相場を見たらいいかなと思います。カードのタイトルとかカード名と PSA とかで検索したら出てくると思うので、それであらかたの相場を見たらいいかなと思います。その他に申告価格の参考になるのは、PSA 本社の、アメリカ本社の方のポピュレーションレポートにオークションサイトが併設されてたりするんですね。そのオークションサイトで売れた相場の平均値であったり、最近売れた額っていうのが見れたりするんですよ。それを参照してもいいかなと思うんですけど。ということで、これがグレーディングの料金帯。下のやつがリホルダーの料金表になってますね。リホルダーっていうのは、ケースが傷ついてしまった時、PSA 鑑定のケースが傷ついてしまった時に新しくする。ラベルが新しくなった時にラベルを新しくするっていうような時に使うプランですね。そして一番安いのが3300円で、申告価格、カードの相場が50万円以下であれば、鑑定後のね、ホルダーの価値が50万円以下であれば、3300円でリホルダーを受けることができますよっていうことになります。軽くね、説明してますけれど、グレーディングとかリホルダーの値段とかは変更になる可能性もあるので、これは現時点でに限りの情報ということをあらかじめ知っておいてください。たびたびね、プランについては変更されたり、価格改定されたりしますので、その都度確認するようにしてください。そして、新プランになった保険料とかですね。保険料はカードの枚数1枚から8枚。これはね、総合の申告額ですね。申告価格の合計です。例えば、申告価格を5万円のカードと10万円のカード2枚出すとして、15万円になる場合は、こっちのプランになるってことですね。ここは10万円までです。10万円以下に収まるのであれば、1枚から8枚の場合は1900円ですよ。9枚から25枚の間のやつは2500円ですよ。26枚以上になるとカード1枚増えるにつき25円加算していきますよっていう感じですね。例えばこれが26枚になると25円足して2525円になるってことですね。26枚出すときは。
これが PSA ジャパンのリターンシッピングっていうのは返送料とインシュランスレイトっていうのは保険ですね。なので、ここに保険と返送料がすべて含まれてます。発送料については、ここの下に書いてるんですけれど、お客様から PSA 日本支社への送料と保険料はお客様のご負担になりますということで、発送については自分でね、自費で送るときにね、払う必要があります。例えば U パックですね、追跡と保証があるって言ったら U パックと大和宅急便とかですね、どちらも上限が30万円までですね、この動画投稿時点の保証額の上限はね、提出する荷物の総額が30万までに収まるのであれば、U パックとか大和宅急便で送ると必要十分なんですけれど、それを超えるような高額カードとかを送る場合は、貨物保険会社のサービスを利用して送るとかいう風になってくるんだと思います。自分はそういう高額カードを提出したことがないのでお伝えすることはできませんけれど、貨物保険サービスなどね、高額カードとか提出する方法っていうのはご自身で調べてご利用を検討してください。発送時のトラブル、紛失とか破損とかはね、自分が選んだ発送業者の保証とか保険が適用されますので、PSA 鑑定の今言ったようなこちらの返送用の送料と保険料には含まれませんので気をつけてください。発送時に自分が選んだものです。なので、こちらに書かれている返送料とか保険っていうのは PSA 鑑定に提出した後、PSA 鑑定が受け取ってから返送する時の段階の保険額になりますので気をつけてください。預かっている期間と返送中しか保証の対象ではないっていうことですね。そしてカードの梱包及び発送方法っていうのはこちらのページに書かれているので、こちらを読んでください。自分のね、動画の投稿の中にはね、アメリカ本社の梱包方法とかガイドラインっていうのは投稿してたりするので、そちらとね、ほぼ同じなので、梱包手順についてはね、注文書とかは別ですよ。注文書とかは別なんですけれど、梱包の包装ですね。包む段階は同じなので、そちらを参照してくれてもいいんですけれど、これを読んだら大体わかるかなと思います。そして、申し込み方法のところを拡大すると、psacard.co.jp スラッシュオンラインサブミッションセンターっていうところにログインすると、申し込みフォームが開いて、入力してね、注文書作ることができるんですけれど、現段階ではこちらに接続することはできません。接続するとね、エラーページが立ち上がります。どういうエラーページが立ち上がるかっていうと、こういうエラーページが立ち上がります。日本語訳に変換すると、要求されたページは見つかりませんでしたということで、なので、このオンライン提出フォームが開くのは2023年の7月11日当日です。当日になると解禁されるということなので、そして提出できるカードについてですね、アメリカ本社のポピュレーションレポートの見方とかを知ってる方だったらね、そちらから鑑定履歴っていうのを調べて、そちらに載っているタイトルであれば提出できる可能性が高いんですけれど、不慣れな方もおられると思うので、日本支社の方で見るとですね、メニューのお問い合わせを開いて、お問い合わせのよくある質問を開きます。よくある質問の B5 ですね。B5。日本のトレーニングカードで PSA 鑑定が可能なものを教えてくださいっていうところを開いて、下の方に行くと、主なカードリスト一覧があるんですね。ここに主なカードリストの一覧が掲載されてますので、こちらを読んでほしいんですけれど、横向きにした方がわかりやすいですかね。これね、縦だけだとここしか見えないので、ここに載ってるやつ全部提出できるんだって思わないようにしてください。なぜかというと、このね、カードの種類の隣に、鑑定可能と鑑定不可と、そしてさらに補足っていうところがあるんですね。補足はね、条件とかが書いてます。そして、鑑定不可にチェックされてるやつは提出できないので気をつけてください。例えば、NBA スター社カードっていうのは鑑定不可なので提出できないんですね。なので、ちゃんとね、この鑑定可能か鑑定不可かっていうところを見るようにしてください。例えば、
遊戯王であれば鑑定可能ですし、ポケモンであれば鑑定可能。ポケモンカードゲーム用のコインも鑑定可能です。ただし、ポケモンカードゲーム用のコインは通常カードと注文書を分ける必要があるので気をつけてください。ポケモンカードゲーム用のトスコインですね。こちらを振ってね、先行後攻を決めたりしますけれど、こちら提出することができるんですけれど、これ専用の注文書を作る必要があります。通常カード用の注文書を作る必要があります。なので、こちら両方提出したい場合は、注文書が2つ必要になってきます。そしてさらにジャンボカードですね。大判カード、オーバーサイズカードとも言われますけれど、こちらも提出することはできますけれど、こちらも注文書を分ける必要があります。そして、追加料金3300円とかね、以前だったらかかってきたと思うんですけれど、この2023年の7月分はプロモーション期間ということで、このジャンボカードの追加料金はかかりません。プロモーション期間なので追加料金は7月分かからないっていうことなんですね。ただし、それぞれ注文書を分けなきゃいけないっていうところは気をつけてください。そして話を戻しましょう。提出可能なカードのね、可不可ですね。というところで自分でね、このページを開いて見るようにしてください。URL が変わらない限りはね、この URL はこの動画の説明欄にも添付しておきますので、そちらから見てくれてもいいし、さっき動画内でやった手順でね、自分で見てくれてもいいと思います。エラーカードは提出不可ですね。そしてテレホンカードも提出不可ですね。原則提出不可、鑑定不可、一部例外ありとは書いてますけれど、原則不可なので提出できないと思っといた方がいいですかね。そして下の方に注意書きが書いてあって、鑑定可能不可の判断は諸事情により今後変更となる可能性があります。鑑定可能と表示されている場合でも鑑定不可な場合もありますよっていうことと、特殊カード、未掲載のカードについては PSA の日本支社までお問い合わせくださいということで、何かわからないことがあって、このカード提出できますかって聞く場合はですね、ご確認の際はカードの画像、正面と裏面の両方ですね、表面と背面、表裏の写真を添付してメールしてくださいということです。そして鑑定か不可の確認にはお時間を要する場合があるということなので、提出期間の締め切りに間に合うように余裕を見て連絡する。もしくは受け付けてない時期にあらかじめね、自分が出したいものを決めておいて、その時に質問するっていうようにしてください。ポケモンカード用のゲームね、提出できないやつもあります。注意事項の補足にね、書いてますね。FAQ の B14 をご参照くださいっていうことで、B14、ポケモンカードゲーム用のコイン、グレーディング可能ですか？カードセットに付属しているコインはカードと同様に発行年やセット名など詳細を確認できる場合はグレーディングが可能です。2003年以降に発行されたコインの中には複数異なるセットに封入されているものも存在します。重複してるってことですね。そのようなコインはどのセットに封入されていたものか判別不可能なため鑑定不可となりますということで、重複コインについては鑑定できないよっていうことが書かれています。カードとコインはサービスタイプが異なるため、カードと同時に申し込む場合はカードとコインそれぞれの申込書を提出してくださいということで、それぞれ注文書を作る必要があるって最初に言った通りですね。そして申込書記入方法はカードと同じですよっていうことですね。サービスレベルの選び方とか料金帯とかっていうのはカードと同じですよっていうことです。そしてこれですね、カテゴリー TCG になります。もしオンライン申し込みで選ぶところがあるんだとしたら TCG を選べば大丈夫です。TCG カードって選ぶところがあるんだったらね。手書きの場合は TCG って書いてたんですよ。なんだけれど、2023年7月11日以降はね、オンライン申し込みになるので、入力の仕方についてはね、まだ未発表なのでどうなるかわかりませんけれど、なぜ TCG を選ぶのかっていうと、アメリカ本社のポピュレーションレポートとか見てみてください。ポピュレーションレポートっていうのは、
前歴ですね。今まで提出された前歴が見れるページがあるんですよ。そちらに今まで提出された総合枚数であったり、何点のものが何枚出てるかっていうのが確認できたりするんですね。そのポピュレーションレポートのカテゴリーに TCG のコインも TCG カーズっていうカテゴリーに含まれてるんですよ。だから手書きの時は TCG って書くようになってたんですけれど、オンライン申し込みではどうなるかわからないので、実際に接続できるようになってからご自身の目で確かめてみてください。なお、保険料や送料、手数料はそれぞれの申込書ごとにお支払いいただきますよっていうことで、通常カード、コイン、ジャンボカード、3つの注文書を作った場合は、それぞれに返送料とか保険料がかかってきますので、その点はね、あらかじめ知っておいてください。そして支払い方法についてですが、支払い方法は2023年7月11日以前まではね、日本支社の方で皆さんのカードを集めて、それをアメリカ本社の方に提出して鑑定してもらってたんですね。日本支社経由のアメリカ提出だったんですよ。それが日本支社の国内鑑定になるので、そちらに伴って支払い方法が変わります。申し込みの画面をね、進んでいくと、お支払い選択画面っていうのが出てくるらしいんですよ。そして、その画面からご希望の支払い方法を選んで注文書を作成するっていうことになります。実際どういう支払い方法ができるのかっていうことについては、当日ですね、2023年7月11日の当日にオンライン申し込みフォームを進めていって、お支払い選択画面ですね、そちらのページにアクセスしてみないとわからないっていう感じになりますね。アメリカ本社だったら、クレジットカードかデビットカード、国際ブランドのデビットカードっていうのは使えるんですけれど、日本社の国内鑑定の支払い方法がクレジットカードが使えるのか、銀行振込がいけるのかっていうところについては公表されてみないとわからないっていう感じになってますので、実際に自分で入力フォーム進めていって確認するようにしてください。そして、今回の7月分ですね。7月分にもポケモンカードゲームのコインは提出できますし、通常カードも提出できます。ジャンボカードも提出できます。このジャンボカードの場合は、特例としてトップローダーを使用することができます。これは横入れのトップローダーですけれど、使用することがね、できます。この大きいジャンボサイズに合わせたセミリジットカードホルダーって日本とかで売ってませんので、特例としてね、提出することができるんですけれど、こちらもはみ出る可能性があるので、はみ出ないように工夫して発送するようにしてください。自分はこの上に OPP 被せようかなと思ってます。通常カードとかはね、OPP 被しちゃいけないんですけど、ジャンボカードの場合は、はみ出して折れて届いてしまったら、向こうもね、トラブル対応大変なので、そういう特例として何か被して発送しようかなと思ってます。例えば、英語のクリスタルパックですね。有名な下島の並行のクリスタルパックになりますけれど、こちらであれば、ほぼね、ぴったりなので、そんなにはみ出さないかなっていう感じなので、これに入れて発送しようかなと思ってます。このテープ部分はね、外した時に、他にね、デスクとかにね、他の部分にペタってついて、お邪魔になるかもしれないので、自分はここ切ってから発送しようかなと思ってるんですけどね。なので、スタッフさんの立場も考えて、ご迷惑にならない範囲で送るっていうことをね、気をつけてくれたらいいかなと思います。ということでね、日本支社国内鑑定がリリースしましたよっていう動画になるんですけれど、ポケモンカードゲームのコインも注文書を分ければ提出することができますし、通常のカードも提出することができますし、ジャンボカードとか大判カード、オーバーサイズカードも提出することができますので、自分に合った提出の仕方をしてください。